はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、奥沢でございます。今日はですね、皆さんにまた新しいレンズを紹介したいなというふうに思うんですけれども、今日紹介するのが、こちらです。ソニー 50mmF1.4 の G マスターになります。50mmF1.2 っていうのが、今からだいたいですね、2年ぐらい前に、すでに発売されているレンズになるんですけれども、あれ、またなんでこんな F1.2 があるのに F1.4 出したのって思うかもしれないんですけど、余談なんですけど、レンズを作ってるメーカーさんの技術の粋を集めて作ってるのが 50mmF1.2 なんですよ。なんで、その 50mmF1.2 の、性能を見れば、そのカメラメーカーの、レベルがわかると。言ったような、それだけ、なんて言ったらいいんだろう、フラグシップっていうとちょっと語弊あるかもしれないですけど、でもそんな感じのレンズなんですよね。その結果なんですけど、やっぱりね、光学性能を結構追求してるレンズっていうこともあって、どうしても、サイズ感というか重さとかにはね、結構それが反映されてきちゃうんですよ。で、今回ね、発表されたこの 50mmF1.4 っていうのは、写りはもちろんながら、小型軽量さっていうところもしっかり持ってる、そのバランスをとってるタイプのレンズになります。で、そのサイズ感で言うと、こんな感じでもう一目瞭然だと思うんですけど、この 50mmF1.4 の方がですね、もう二回りぐらいね、大きさはね、ちっちゃいです。重さが、この新しい 50mmF1.4 が、重さがですね、約 516g。516ですよ。軽っ。だって、この 50mmF1.2 の重さがですね、こいつが778あるんですよ。なんで、その差は、だいたいね、262g もあって、スマートフォン1台分以上ですね。もう、手に持った時のこの、ずっしり感というか、その重量の差はもう全然違いますよ。で、お値段はというと、このね、50mmF1.4 の市場推定価格が、だいたい21万円前後だろうということで、こっちのね、50mmF1.2 の方は、出てきたタイミングでは確か28万円とかだったんですよ。なので、そう考えれば、だいぶね、お求めやすくなった。お求めやすくって言っても別に僕ソニーの販売員じゃないですけどね。はい。みんながね、買いやすく、なったレンズなんじゃないかなと思います。で、こいつの肝心の写りはというと、やっぱりね、そこは G マスターということで、本当にね、もう画面の隅々までしっかりと改造するし、ボケもすごく滑らかで綺麗だし、あとはフリンジとか色修査とかそういったゴースティングとかね、そういったものも非常に少ないなというふうに感じました。で、これね、僕 G マスターのレンズが出るたんびに、同じようなこと言ってるんですよ。もうちょっといい方法で伝えることはできないかなと思って、このね、ソニーの 50mmF1.4 っていうラインナップっていうと、もう一個ツアイスバージョンの 50mmF1.4 っていうのもあるんですよ。あるんですけど、残念ながら僕持ってないんですよね。で、その代わり僕ね、このマキエレンズと言われた、55mmF1.8 のツアイスのレンズ、これはね、持ってるんですよ。なんで、こいつがですね、大体発売されたのが10年ぐらい前、2013年だったかな。このツアイスのシリーズっていうのは、言ってしまえばちょっと一世代前と言えると思うんですよ。で、この新しいね、50mmF1.4 っていうのは、間違いなく最新世代のレンズなので、この2つを、比較してみて、どれだけ違うのかっていうのが、この 50mmF1.4 の、進化を、伝える上でちょっと分かりやすいんじゃないかなって思って実験してみました。実験っていうほどでもないんですけど、この2つをね、取り比べてみたんで、それがどんな感じだったかっていうのをね、ちょっと皆さんにね、お見せしたいなと思います。はい、じゃあね、今これ開いてるのが、ライトルームになるんですけれども、左がですね、50mmF1.4 G マスターで、右が、ツアイスの 55mmF1.8 になります。ちなみに、ライトルームのレンズプロファイル自体は、まだ 50mmF1.4 の方には、対応していないので、両者ともレンズプロファイルはオフになってます。まずね、この写真で何を見てもらいたいかっていうとですね、これぐっと寄るじゃないですか。そうするとね、もう見えてきましたよね。はい。このフリンジです。パープルフリンジ。やっぱり10年前のレンズっていうこともあるのか、結構盛大に出てますよね。この辺とか、もう明らかにこっちの電線の方にはパープルフリンジが割とがっつり出てますね。こっちの方にも、青みがかった、ものが結構出てますね。これ。そうですね。結構ありますね。ここまで寄っちゃうと、この 50mmF1.4 GM の方に、ないとは言わないんですけど、明らかに GM の方が少ないですよね。やっぱ引いてみた時のシャープネスにものすごく影響してきますよね。はい。
なので、パープルフリンジはね、こんな感じでね、だいぶ、違います。お次はですね、改造感とかいろいろ見ていきたいなと思うんですけど、同じく左が GM で右がツアイスになってます。ちょっとね、ライトルームの方がレンズプロファイルにまだ対応していなかったので、ここはね、イメージングエッジで比較していきます。まずはこう、センターの方にグーって寄ってってみると、もう一目瞭然ですよね。明らかに 50mm F1.4GM の方が、シャープネスっていう意味では、もうだいぶ、この右のツアイスと比べてはっきり映ってるかなと思います。これは色収差結構この黒い線に赤みを帯びてしまってるなっていう感じです。だいぶやっぱり違いますね、この2つ。で、これこうぐーっと端っこの方、じゃあレンズ端はどうなのかっていうと、これは左上なんですけど、もうすごいですね。50mmF1.4 の方はもう端までこれだけ解像感を保っていて、ツアイスの方だともう、だいぶぼやっとしてますよね。だいぶ違いますね。これ同じカメラで撮ってても、レンズが変われば、これだけもう映り方って変わるんですね。で、お次はですね、ボケですね。GM といえば、そのボケと解像感の両立っていうことなんで、その辺もね、ツアイスとちょっと比較して見ていきたいなと思うんですけど、両者ともね、センターにあるこういったボケは綺麗な、円の形を、なんかしっかりと出てるかなと思うんですけど、端っこに行けば行くほど、この猫の目みたいな形になっていくっていうのは、そこまで大きく変わらないかなっていう感じはあります。で、真ん中のね、この綺麗な玉にぐっと寄っていくと、もうこうやってね、寄っていけばもう見てわかるんですけど、明らかに、その、ボケが綺麗ですよね、GM の方が。サイズの方が、なんかこう、ボケの中が濁ってるなっていう感じが非常にするのと、あとはやっぱりこのボケの縁ですね。この縁に、なんかちょっとこう、赤みが出てるなっていうこう感じがするので、この辺りの具合を、GM の方で見ると、ちょっとね、一部こうやって出ちゃってるのは、これすいません、なんか、この辺にあった LED ライトなんで、その辺の影響ももちろん出てるとは思うんですけれども、でも明らかにですね、このツアイスとこの GM のこの縁の部分とかを比べてみても、ツアイスの方がやっぱりちょっと明らかに滲んでて、GM の方がね、綺麗に出てるかなというふうには思います。で、今回ね、僕、この 50mmF1.4 を、使ってですね、福島の方に行って、CP プラスで流す、作品を撮ってきたんですよ。50mm ぐらいになってくると、やっぱね、手持ちじゃ辛いんですよ。自分が動かないんだったら、手持ちでもギリいけるかなって感じがするんですけど、やっぱこう歩きながらとかっていうのはね、50mm は辛いっす。なので、やっぱジンバルにこう乗せないとなかなかこう動き回りながらの撮影っていうのは難しいんですけれども、僕映像ではやっぱメインは広角レンズなんですよ。24mmF1.4 と、この 50mmF1.4、重さもサイズもほとんど同じなので、これがね、ジンバルで使うときにめちゃくちゃ使いやすかったんですよ。なんでかっていうと、ジンバルで、どっちかでバランス取っちゃえば、乗せ替えるだけでほぼほぼバランス取れてるっていうね、50mmF1.2GM の方だと、もうサイズが全然、重さも全然違うんで、そうなってくると、レンズを変えるたんびにジンバルをこうリバランスしなきゃいけないんで、それがね、億劫で、なかなかね、50mmF1.2 をこうジンバルに乗せて使うっていうのは、めんどくせえなみたいな感じで、その出番がなかったんですよ。ジンバルと組み合わせるっていう。でも、それができるっていうのは、すごい強いかなというふうに思います。50mm っていう焦点距離は、やっぱりね、もう本当オールマイティに対応できるので、本当1本持っておくのはおすすめかなという気は、するんですけど、現状だと多分ソニーであれば、ツアイスのね、レンズを使ってる人も結構いると思うんですけれども、さっき見てもらった通り、そろそろね、やっぱアップグレードの時期に来てるんじゃないかなとは、やっぱ思いますね。やっぱ最近僕も α7R5 とか買ったりしていて、すごい高画素機とかを扱うようになってきたので、そうなってくるとさすがに10年前のレンズだとなかなか厳しいなっていうのが、なんかね、やっぱりこうやって、ああやってね、比較しちゃうとね、ちょっと感じますね。はい。でも、フリンジとかどうこうっていうのは、レンズ全てはそれもキャラクターとは撮れるので、一概にね、このレンズが一番いいんだとかっていうことは僕正直言うつもりないんですよ。申し訳ないけど、ソニーさんやっぱりレンズっていうのはキャラクターもすごい大事なので、だから、自分が気に入った1本を、使えればいいんじゃないかなと思うんですが、
僕はこの 50mmF1.4 を使って作品撮りをして、そのキャラクターっていう部分だったりだとか、あとはその使い勝手ですね、本当に。運用しやすいっていうのも非常に重要なポイントなので、そういった意味ではすごいおすすめできる、レンズになっていると思うので、ぜひね、こちら、店頭とかに並んだ際には、なんかこう手に取ってとか、あとは CP プラスとかで多分触れるのかな、体験できるのかな。CP プラスじゃなくても、銀座ストアとかでも多分体験会とかあると思うんで、皆さんね、ぜひ、ちょっと一回お手に取ってもらえればなと思います。はい。というわけで、本日の動画は以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。